大乗仏教ではいろんな仏様を崇めます。都合よく作った存在だというふうにおっしゃいますが、実際問題、助けを求める人間を助けようとするような神々などの存在はいないのでしょうか。助けを求めることで答えてくれる、ならばそれなりの意味はあるように思います。よろしくお願いします。私は思いますよ。助けてくれるならばもうそんなに越したことはないんですよ。神々っていうのはアホですからね。人間困っているんだ助けましょうとかね。なんか人間の欲望だけなんですね。だって自然界で動物たちがねどれほど困ってるんですかね。これ人間に助けられるでしょ。やってないね。やってないところがもう東京にカラスを追い出そうと思ってるしね、ハートを処分しようと思ってるしね。だから東京はでっかい町だからね、いろんな野生動物がいた方がかっこいいのにね、もういろんなね八方美人なんとかというね、いろんな獣たちがいるでしょ。いたら面白いと思うんだけどね、いないね。いろんな珍しい鳥たちがいてとかね。だから動物たちと人間に比較すると、動物たちはやっぱり人の助けをあった方がいいとは思いますけどね。たまに助け求めたりするでカラスはね。だから毎日朝私にカラス鳴き声聞こえるんだけど、なんかすごく悲しくなるんですね。カラスの鳴き声で、鳴き声ってすっごく苦しい鳴き声なんですね。自分の生活苦しくて、獲物がなくて、だから我々人間はねいっぱい持ってますけど、カラスに食べられるものはあげませんよ。そんなもんなんで、だから人間と神々の関係もね、そんなもんで、助けてくれるならばそれに越したことはないんだけどね。やっぱり生命っていうのはそれぞれ自分の生活で精一杯なんです。人のことを構えてる暇がないんですね。やっと子供の面倒見てるんでしょうに、それも早くも子育てから手を離したいでしょうに。だから自分の子供なのにもう大変ですね。小さい時は何も考えないで一生懸命面倒見てあげてるんだけど、だんだんくったかと好かれるんですね。自立した方がいいなと思ったりはするんです。だから他人の助けっていうのはこの家族親子関係みたいなもんですけど、神々なんかね助けてくれないとは思いますよ。だからテーラワード仏教はそういう信仰は別に変えて使うんです。神々であろうとも孤独が必要やと。だから助けてくれじゃなくて、私たちは先行して孤独を住みますから、あんた方にも差し上げますと。どうか元気でと。だから裏の気持ちがないわけじゃないんですね。孤独をもらったところでご褒美でちょっと病気でもなってくれたら悪くないって気持ちはあるんですが、言いません。私はそのする態度がいいと思いますよ。助けてくれとは言いません。助けてくれなかったら腹が立ちますからね。どうか神々も幸せで幸福で生活しますように、できますようにと。孤独を移行しますと。
そうするとこの無執着の関係切れちゃってベストな関係生まれるんですね。こちらも神々を助けてあげたい気持ちでいる。それで神々のだからやっぱりかわいやすりゃこいつらとなんかできることなら助けてあげましょうっていう気持ちになるかも。しかし神々にも何でもできるわけないんです。生命は業で回転しているんだからね、業を変えることは神々にもできません。だから例えば病気になって子供がもう治療も薬も効かないしって言ったら親としてはまあ神頼みしかないんでしょ。神にどうすることもできない。その子供の寿命だったらどうすることもできない。だから神々に助けられる範囲は何なのかというと大した範囲はないんです。できればこの神々の対話のいろいろパーリキューってあるでしょうね。だからね、お坊さんたちも困っているんだけど神々は何もやってくれません。そばにいるのに。悪口ぐらいはたまに言うんだけどね、お坊さんたちにしっかり頑張りなさいよと。だから本当のところはこちらがしっかり頑張ると向こうは幸せになるんですね。我々パティパダーにも書いてるでしょ。このいろんな今女神の書解説していますけど、頭の賢い女神ってまあそれほどのそれほどっていう女神たちもいるんですね。なんかちょっと勘違いしている女神たちもいるしね。だから様々で、その場合はブッダの助けて求めているだけなんです。だから本当の仏教はそういう仏教なのか、神々を人相不足ってお願いしますお願いしますお願いしますとかね、あなたこそ偉大なりとか何で言ったっけ、法華経の観音本と読み上げたりとかね、まああんなものはこの精神病気の人々をやってだらばやればいいんだけど、明らかに精神病なんですね。正気の人やりません。だからまあ答えは簡単、助けてくれるならばそれに越したことがないんだけど、経験が困ったらお母さんに頼んでも助けてくれないケースは多いんです。お父さん助けてくれてだってもお父さんは助けてあげたいんだけどできないケースっていうのは多いんです。その計算で考えてください。お母さんお父さんは本当は自分の子供を助けたいんです。でもお手上げできない。できることならまあしますけどね、それはそんなにっていうか通ったことでもないんですね。それで答えたんですか、なんか答え私はごまかったんですか、自分で分からなくなっちゃった。まあ大体答えたのではないかなと、まあ答えてくれるならば越したことはないが、なかなかそういうわけにもいきませんと、いうことですね。やっぱり慈しんだ方がいいんですよね。神々がね偉くてそんなことないんですね。やっぱりアメリカのトランプさんも俺こそ偉いと思ってるんだけど、世界中今いろんな人々を回してなんか助けてくれて言ってるんだからね、結局は口先では嘘ばっかし言ってね、なんか中国のすっごい経済力にもうお手上げ状態になっているんです。だからアメリカもね
助けてくれっていう話言ってるんだけど、態度でかいんだから、首を絞めて人々、日本の首を絞めて自分の仲間に従ってるんですね。だからまあトランプさんにしたってもそういうことだから、大したことじゃない。だから心配する世界に神々にしたってもまあ偉いかどうかわからんだけど、もう本当何もできんでしょう。はい、以上です。はい、ありがとうございます。